皆さんこんにちは、ニッキーです。私はフィリピンに移住して早10年になりますが、日本には1年に1度ぐらいの頻度で帰ります。そして今回はフィリピン在住者が日本に一時帰国したら脳がバグった5つのことというタイトルで話をします。ぜひ最後までご覧ください。1つ目、外国人が日本に激増している。大阪や東京のコンビニ、レストラン、ホテル、街中、どこもかしこも外国人だらけです。外国人が少ししか働いてなかった時はグローバルで多様性があっていいなと思っていたんですけど、今はもうコンビニやホテルで働いている外国人が都会ではかなり増えていて不安になるレベルです。観光客が多い場所で見かけるのは当たり前なんですけど、身近なコンビニやレストランで外国人が働いていると、なんか移民大国になって日本の文化が失われるのではないかと不安になります。これがグローバリズムかと実感しました。特に東京は本当にここは日本かと疑うレベルです。買い物の、冷たいもの以上。2つ目、コンビニがパラダイス。比べちゃ悪いんですけど、フィリピンのコンビニと比べても日本のコンビニの商品のクオリティと種類が雲泥の差です。まずパン屋さんぐらいの種類のパンがあります。お弁当はフィリピンにもありますが、日本のお弁当は種類とクオリティが凄まじいです。コンビニコーヒーも150円ぐらいでカフェレベルのものが飲めます。日用品の種類も増え続けているし、荷物の受け取りなども可能です。フィリピンのコンビニでは緊急時のための日用品が置いてあったりしますが、クオリティ面はちょっと残念で種類も少ないです。ただ日本のコンビニにもデメリットがあります。日本のコンビニは入るだけで買わずに出るというのが難しいですね。3つ目、都会も田舎も綺麗。日本に長く住んでいると綺麗なのが当たり前であり、それ以外のデメリットに目が行きがちです。海外に出てやっと日本の綺麗さに気づきます。しかも田舎の自然は感動するレベルですね。そして都会に久しぶりに行くと、あれ、都会もめっちゃ綺麗やんと気づきました。もちろん汚い場所はなくはないですけど、ほとんどの場所で用を足せるし、道に落ちているゴミも少ないです。フィリピンでは自然はとても綺麗なんですけど、田舎であっても人がたくさんいる場所だとゴミが散らかっていたりして残念な場所をよく見ます。ではここから少しの間ですね、日本の綺麗な景色をお楽しみいただければと思います。4つ目、ご飯が美味しすぎる。ご飯は本当にどこで食べてもコンビニ弁当でもめちゃくちゃ美味しいです。日本に絶望した日本人の有名人でもご飯だけは美味しいと言っているほどです。これから海外に長く住んでいる人が日本に帰った時に食べたら感動して1リットルの涙が出る食べ物をお見せします。編集中に見ていてもこのご飯のためだけに今すぐ日本に行きたいです。よだれが出てきます。
つ目、日本が嫌だった理由がわからなくなった。今から10年弱ぐらい前の2015年にフィリピンを初めて訪れました。その時はなぜか日本が嫌いだったんです。でも今思い返してもなぜそんなに嫌だったのかよくわからないんですよね。確か人間関係に疲れていたとか、横柄な態度の客がいたとか、僕はセブンイレブンで働いていたことがあるんですけど、客の質が悪すぎたとかですね、お客様は神様とかクソくらいと思ってましたし、あとはやっぱり同調圧力も強く感じていて窮屈だと思ってたと思います。でもそれでそんなに日本を嫌いになるかなと今は思うんですよね。多分日本は夢を持って何かに打ち込んでいれば、それを支えてくれる環境が整っているので過ごしやすいんだと思います。ただ何かこれをやりたいと一生懸命になるものがなければ、快適さが当たり前になってネガティブなものに気を取られるんだと思います。自殺が多いのもそういうことなんでしょうか。わかりませんが、もし悩んでいる人がいればですね、10万円か20万円ぐらい握りしめて、とりあえず 1,2 週間ぐらい海外に出てみて、本物の貧困を目にすれば、あれ、自分って恵まれた環境にいたんだなと強く感じます。その上で何をやりたいかを決めてしまえば、日本はとてもいい場所になると思います。一時帰国で味わったこの脳のバグ、それは日本を離れて初めてここが異次元のパラダイスだったと気づかされたことによるバグでした。以前は日本の嫌なところばかり探して飛び出したのに、外の世界を知った今、この国の異常なまでのクオリティの高さが身に染みました。今ならこの恩恵を 100% 受け止められるのにとか、この気づきを得た後に日本に帰ってやりたいことを見つけられていればなんて、自分の過去の判断に対するちょっとした後悔もあったりします。離れてみて分かった日本の凄さ、皆さんは今の日本をどう感じているでしょうか。さて、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を面白いと思ってくれましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた。